こんにちは、盆栽職人南谷俊です。今回は盆栽の針金掛け初級編をやりたいと思います。針金掛ける時の道具なんですけど、これは針金切りですね。あとはやっとこう針金をかける時にですね、剪定する場合もあるのでハサミ、あとちょっと太い枝切る時に又枝切りぐらいかなと思います。針金って2種類あって、アルミ線と銅線ってあるんですけど、初心者の方とかまだ針金かけそんなに慣れてない人はアルミ線の方がいいと思います。アルミ線の方が柔らかくて練習するのにもすごくいいので、手に入りやすいっていうのもあるので、できればアルミ線から始めた方がいいかなと思います。アルミ線ってホームセンターとか行ったら売ってるんですか？売ってますね。銅線は売ってない？銅線は売ってないと思います。銅線の方が硬いんですか？硬いです。硬くて高い。ネットとかでも買えるんですかね？ネットで見たことないですけど、探したらあるかもしれないですね。探してきます。はい。今回はなのでアルミ線の方で説明をしたいと思います。これ100均にあったんですけど、ハロウィンのコーナーみたいなところにあって、針金掛けの練習とかに使えるんじゃないかみたいなのをツイッターで見て、それで買ってきたんですよ。最初木でやるのが心配な人はこういうのでもいいし、あとは割り箸とかでこう巻く練習する人もいるんですけど、いきなり木にかけるんじゃなくて、まず自分で練習してから木に針金をかけていくっていう方法でもいいと思います。割り箸とかでも練習になるんですか？感覚がつかめるようになるかなと思いますね。基本的な巻き方なんですけど、僕も盆栽本当始めて自分で針金をかけるっていう時はこれ今割り箸あるんですけど、こういう風に練習したんですよ。それは何を基準に練習したんですか？まずはピッチと45度っていうのですね。で強さは正直分かんないですよ。これ別に曲げらんないんで分かんないですけど、もうひたすらこれで練習してこうやってましたね。初めての人とかはこういうのでまずは練習して、それから木にかけるっていう方がいいかなと思います。で基本的にはこの枝に対して自分が正面になるように、なんで奥から手前に針金がこうかかっていくように練習します。これを、仮にこういうふうにかけたとすると、力のかけ方が変わってきちゃうんですよね。奥と手前で、奥強くなったりとか、人によって手前強くなったりとか、そういうふうになっちゃうんで、正面の方がこう均等に力が入ってくる。で固定されないんで少しやりにくいかもしれないですけど、それでも練習にはなるんで、この正面で針金をこうかけていくっていう結構おすすめの方法です。で今回はこれでやろうかなと思います。で針金かける前なんですけど、まず木の正面を決めるんですよ。多分皆さんもパッと見た時こっちかなと思うんですけど、あまりにも例えばこれがこうのけぞったりした場合とかは、ちゃんとまっすぐなるか、気持ちちょっとこう前かがみっていうんですかね、こっちが正面だとしたらちょっと前かがみになるぐらいにするとか、幹の動きがよく見えるところとか、足元がこう、粘りがちゃんと見えるとか、いろんな要素があって、その木の特徴がちゃんとこう出てるところを正面にしてほしいんですね。まずはそういうふうにいろんな要素をこう考えて、最大公約数っていうんですか、それをこう自分で決めて、でこの正面がこの木にとって一番いいイメージで、こういうふうに針金かけてこういう形になっていくっていうものをこうある程度こう、いきなりは難しいと思うんですけど、イメージができたらそれが一番いいです。仮にここを正面とします。針金って下にこう枝を下げてくるんですね。針金かける時って、だからいきなり上からやるんじゃなくて、枝の下の方から1の枝からかけて、で2の枝かけて、でまたここにスペースが空いたんでそこに下げてきてっていう風にやるんで、基本的には下から。で実際に巻いていこうと思うんですけど、ちゃんと腕まくりしないといけないですから。なんで？いや服当たっちゃうんですよ。冗談かと思った。冗談じゃない。ちゃんちゃんこみたいなの着てるから、すでにもうそれ冗談。今日寒いから特別バージョンです。
本当巻き方だけなんですけど、でかける枝の正面ですねに置いて太さが同じぐらいじゃないですか、だから同じ太さの針金でいけるんですよ。でこれを例えば1本だけに巻くとこの元がもう全然かかってないんでグラグラになっちゃう、固定されないんですよ。なんでこの同じぐらいの太さの枝を使ってこう巻いていくんですけど、ここがだいたい45度見えるかな。45度、何がこの針金の角度ですね。枝に対して45度。枝に対して45度で同じぐらいの間隔ピッチでかけるですよ。かける時も緩すぎず強すぎずみたいなところもあるんですけど、これは本当にね、なんていうんですかね、感覚で覚えてくるんで、まあ、そこはあんまり詳しくはまだ説明しないです。とにかくこの45度でまずはかける、で同じぐらいの感覚でっていう方が、まあ、見た目的にも綺麗だし、まあ、こっちの方がしっかりかかるので、こんな感じでかけます。マッツやってみますか？あ、やりたいです。あ、やります？はい、じゃあちょっとやってみましょうか。ああ、時計ダメ時計ダメ？あ、ダメです。ダメなんですか？あ、当たっちゃうから。当たっちゃうから。はい。はい。これうまく腕巻く。はい。お願いします。でさっき僕これやったんですけど。これはいはい、これ針金をやってみましょうか。なんか長さとかまずどうやって決めたいんですか？これ長さはこれどこまでかけるかっていうのにもよるんですよ。足りないよりは長い方がいいです。ちょっとじゃあこれぐらいでいいですか？はい。これぐらいで斜め45度。はい、斜め45度。で硬すぎず緩すぎず。こんな感じですか？ああ、そうです。こんな感じで。はいはい。で下はどういうふうにかければいいの？これこのままもうぐるっと。そうです。もうこのままいっていいですか？はい。ここは浮いてる。ここもちゃんとぴっちりくっつけた方がいいんですよ。どうやって？ちょっと一回外しますよ。はい。これここで最初ちゃんと固定するんです。こういう感じでぴったりくっつかないとダメってこと？はい、ちゃんとくっつかないとここがちゃんと固定されずにグラグラになっちゃったりするんですよ。ちょっとじゃあもうワントライします。はい。これ巻く向きってあるの？枝をどっちに持っていきたいかっていうのがあるんですね。ああ、例えば下げたいとかだったら。これ今2つ掛け合わせてるじゃないですか。はい。でこれを広げたいのか、うん、それとも縮めたいのか、ここにこっち正面でこう横切るよりかはここですね、ここが横切るよりかはこれが裏からのが理想は理想なんですけど、多分これだとこの枝って、右巻きなんですよ。右巻き、でこの枝は左巻きなんですよ。この枝はこっちに持ってきたいんだったら正解、こういう持ってきたいんだったら正解、こっち右巻きじゃないですか、だから右に持ってきやすいんですよ。でこれ左巻きだから左に持ってきやすい。どっちにしろかかりますよ。ちゃんとかけてればかかるんですけど、まあ本当細かく言うと、じゃあこう縮めたいなら今度は逆になりますね。になるってこと？はい。ちなみにね、もう長さ決めて切っちゃうっていう人もいます。そっちの方がやりやすいっていう人もいますね。隙間なく。ちゃんいきます？いきません。こんな感じ。かけれる？思ってる。いけるじゃないですか。これ残ったやつは最後のエンドのところはどうしたらいいの？これを残すとしたらここまでもう最後まで巻いちゃう。切ったりはしない？切る長かったら切ります。もういらなかったら。分かんないな。これはここでじゃあ切ってもいい？はい。これ？はい。これはもうここでこうプツッと切ればいい。
いやあかんでもそしたら先までかけなくちゃいけないんですよ、どういうこと？針金って基本。途中でやめちゃダメなの？はじゃあこれ足りないやつは？これと掛け合わせられるんですよ。はいはいはいでこれ掛け合わせるのがないんですよ、はいはい。他に。はい。でこれもう先までいかないと。先まで行かなきゃいけない。は平松さんが心配しそうに。いや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 見よるだけよ。い、しっかりした枝があったら、はいこれとこの先でかけられるんですよ。かけられるんですよ。かけなきゃいけないはの。全部にかけるの。い、全部でかけます。あ、そうなのよ。だからこれもこっちにもかけるべきなの。この枝。この枝も、はこの枝もかけるべき。い、はこれは？いやもう切っていい、い。これはもうこれ先までいかないと。待ってこれいってないの？これでまだ。いってないです、いってないです。これでいってない。はここまで。先までまだ先まで先っぽまで巻かなきゃいけないんい、だ。そうなんですよ。巻くんだ。なんとしても。なんとしても巻くんや。ここまで巻いちゃう。はい、今度これとこれを掛け合わせなくちゃいけないんですよ。それは新しい針金でかける。はい、この二股に分かれているところの手前で今一旦止めてるんですけど、ここで止めちゃうとこの2つがうまく固定ができない。固定させる方法もあるんですけど、基本としては一回これとこれだったらこっちの方が若干太いんで、これにそういう方にかけちゃう。一回一巻きした一方が巻きしていいですね。で切っちゃう。はい、切っていいですか？はい、もういいですか？はい、で切っちゃう。はい、切った後にこれと同じです。ここにかけるの？かけるんですよ。ちっちゃくない？だからこの場合は本当にもああ、太さを変えて、うこれで 1.0 なんですけど。じゃあ何本かいりますかこれ？そうですね、だから最初皆さんが用意するとしたら 1.0 アルミの 1.0、1.5、まあ、2.5ぐらいあれば、まあ、大きさにもよるんですよね。これぐらいの大きさだったらそんな 3.0 とかそんなに使わないんで。これはちょっとおもちゃでちょっと柔らかすぎて、柔らかすぎてむずいですね。それ僕もちょっとむずいと思うんですよ。でこれを先までかけるんですよ。まあでも先っぽまでかけなきゃいけない。じゃあこれもここの先、これもこの先っぽとこっちもずっと先まで、先までかこけるんです。の細かいのも全部かけなきゃいけないってこと？はい、これ足りないじゃないですか。ああ、これはいいんですよ。ここら辺でもこれとこれがこうつながるんで、この針金は途中でもいいんですけど。あ、じゃあここからやってくださいっていうことかな。そうですそうです。この枝とかこの先っぽ、ここよりは細いじゃないですか。はい。だからもう一本細いのでもいいですよ。はい、長さは長めに取っといた方がいい。そうですね。でこれはじゃあここからこの途中からかけ始める。かけ始めるんですけど、はい。針金がこうクロスしない方がいいんですよ。なんでそういうことです。こっちからの方がいい。は同じ向きでこうぐるぐる巻く方がいい。い、そうですそうです。最初太いのをこうかけたとしたら、はい、細いのを沿わせるようにして沿わせるようにしてやるんですよ。奥の方、奥側に細いのを持ってくるよりもこっち側に持ってきた方がいいんですよ。外側に、外側に。枝の外側に。結果どんどん針金細くなるじゃないですか。まあ一つは見た目っていうのもありますけど、先の方はあんまり太いの使いたくないんですよ。はい。まあこんな感じで先っぽまでかけろと。そうですそうです。これで切ってもいい？ああ、どうぞ。枝ごといこう。はい。はい。あ、これ青。まだこれ先まで行ってないです。いや無理だろ。無理やって柔らかすぎて。いやいけるんや。すごい。なるほど。はい。ここまで行く。そうなんですよ。先まで。まあちょっと練習用だからね、こんな感じになってますけど、最終的にこう目があったらそれを目起こしっていうんですけど、目を起こすんですよ。でこれがここら辺で止まってたら目が起きないんですよ。ちゃんと下までこの目の下にかけてあげて、これで起こしてあげる。目を。なので先っぽまでいる。なので先までやる。この先までいると。はい。今回初級編なので、ここからは実際本当は曲げていくんですけど、まずは巻き方を皆さんにも知っててほしいですね。もう本当にこの巻き方っていうのはすごく大事なので、松もやってみて分かったと思うんですけど、難しいですよね。はい、なのでまずは巻き方を練習してほしいので、こういうのでもいいですし、
僕なんかはまあ割り箸を使ってこう巻く練習をしたりとかしたんですけど、あとはまあいらない木の枝、その木の枝も切った直後だったらまだ曲がりやすいんですけど、結構時間経ってるやつはあんま針金かけて曲げるって言ってもすぐパキッてなっちゃうんで、まあ、何か練習するものがあればまずは巻き方を練習して、また中級編で実際に曲げるっていうところまでやれたらいいかなと思ってます。巻き方の練習45度で同じピッチ同じ感覚でやるっていうのを意識してまずはやってみてください。はい、こんな感じでまずは練習してみていただければなと思います。中級編ではもう少し詳しくやりたいと思うので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。それではバイバイ。